はい。おはようございます。どうも、こうです。みんな、ゲームやってるやってるていうことで、今日も、謎解きの時間、謎解きの探索ゲームやっていきたいと思います。今日もっていうか、今日初めてなんだけどね、ちょっと気になったんで、やってみようかなと思って、録画してます。はい。それではやっていきましょう。チュートリアル。チュートリアルがあるんだね。被害者は背中を刺されているが、凶器を探してタップしよう。まあ、これだ。ああ、そうだね。違うの？どういうこと？タップしてって書いてあったのに、背中を刺されたようだ。これ、ナイフタップするんじゃないの？ちょっと押し間違えたってことかな？正解です。凶器は包丁でした。タップするだけの簡単操作で、難事件を解決してください。はい。わかりました。さっきのミスがちょっとわかんないけど。宝飾家でいいの？はい。運行中の観覧車で銃声が鳴り響いた。被害者の男はどこを撃たれた？えどこを撃たれたって頭じゃないの？そうだよね。はい。重曹がある。これが致命傷となったのだろう。まあ、見りゃわかるよね、ここまでは。被害者の男は観覧車の外から何者かに狙撃された。捜査官がそう考えた根拠は何か？うん。まあ普通に窓ガラス割れてるから、ここじゃないの。そうだよね。これはわかる。ゴンドラの外側でヘリコプターが飛んでいる。ヘリコプターからあれば、変な発音。ヘリコプターからであれば狙撃が可能だ。隣のゴンドラにも怪しい男が乗っているが、この男が、この男が撃ったとすると、割れたガラスの位置が合わないので誤りだ。はい。はい。なぜこの男は狙われたのだろう？手がかりは観覧車の中にあるようだ。どれだろう？なぜ狙われた？なぜ？花束をやろうとしてた。この女の人が鍵ってことかな？違う。観覧車の中。どういうこと？花ってこと？違う。どういうこと？なんで狙われたの？花でもない。うん。なんか借金取りってこと？この人タップしてみる？違う。はい。ということで何でしょう。なぜこの男は狙われた？手がかりは観覧車の中にあるんだよね。なんで？花も違う。なんで狙われたの？この女性に花束をやろうとしてたからじゃないの？なんか見てるもんね、みんなね。この女性じゃないのこれ？さっき押しましたじゃん。手がかりは大量に座っている女の入れ墨。被害者の男は一帯を収めるヤクザの者が困っていた女に一人手を出した。ヤクザの人に手出しちゃったんだ。まともな男と幸せになるのは無理らしいと誘った女は、残りの人生ヤクザものの金に巻き上げながら遊び暮らすことに決めた。そういう顔してんのこれ？うーん。ふーんって。
彼女は浮気症。就航中の客船に宿泊していた女性が刺殺された。客室の床には犯人につながる手がかりが残されている。それはどれか。ほう。どれだろう。刺殺された原因？でもこれさ、男性ものの服じゃないの？そういうのじゃない。床には犯人に繋がれて、床？あ、足跡ってこと？はい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 。うん。足跡は同じ家に宿泊していたある男のものと一致した。その男は被害者と同じ業界で働いていたというが、その業界者は何か。はい。台本だよね、多分ね。で、何だったっけ？業界ね。はい。台本。はい。正解ですね。かなり読み込んでいるらしい。劇の台本がテーブルサイドテーブルに置かれている。被害者と犯人の男性は二人とも役者で数ヶ月前舞台で共演していた。そこまでわかんない。犯人と被害者はかなり親しい仲だったと思われる。そのことはどの部分からわかるか。どの部分からわかる？これやっぱこれシャツだよね、これね。これ違うんだ。自信満々で言ったから恥ずかしい。うん。すごく恥ずかしい。旅行バッグ？違う。どういうことなんだろう。服じゃないの？だって等しい間柄でしょ？むずくないこれ。等しい間柄なんでしょ？服以外何がある？どういうこと？やっぱ、服だよ。違うの？難しいって。間柄。むずすぎるって。どの部分からわかる？この服しかないんだけど。なんでだろう。今説明なんて書いてあった？はい。そのことのどの部分からわかるか。この男性の服でね、一緒の部屋にいるっていうのが親しい間柄じゃないの？皆さんわかります？これ。ズボン？違う。なんか押すとこが違うのかな？ちょっとヒント見よっか。被害者はこの格好なのに上着も羽織らず犯人の部屋に出ている。はい。こういうこと？そういうこと？もう下着同然の服を着ているにもかかわらず、上着も羽織も羽織らずに犯人を部屋に入れている。二人は恋人がそれに準ずる仲だろうという捜査官の推測通り、二人は舞台での共演をかける構成していたかと分かった。そうなんだ。服なんだ。男性の服とかじゃないんだね。殺害の動機を問い詰めたところ、被害者が浮気をしたからだと犯人は語った。犯人が被害者のおかげって、なぜか。服だよね。はい。ここで服なんだね。ファイル3。妹と水いらずのコーヒーブレイズを楽しんでいた投資家の長男が救急搬送された。同席していた妹は兄が突然、服毒自殺を図ったと言っており、それを裏付けるものもテーブル上にあった。それは何？すごい顔だな。この薬？ってこと？テーブルの上、兄の手元に何かの錠剤がいくつか転がっていて、
近況から見れば妹の証言は正しいように思われる。しかし、自殺を図ったりしたら不自然な点があるため、警察の調査が入ることとなった。テーブルには飲みかけのコーヒーが一つ残っていた。このコーヒーを長男が飲んだとしたら不自然な点がある。それはどこか。逆だ。なんか逆についてるからだよね。なんか口紅みたいなやつが。はい。警察が調べたところ、コーヒーから毒が検出された。カップには口紅の跡がついているので、少なくとも一度は妹もこのカップには口をつけたはずだ。同じカップからコーヒーを飲んだのになぜ妹は無事で兄は死んでしまったのだろう。そうだね。コーヒーのカップから検出された毒はテーブル上にあった状態とは成分が異なっていた。さすがに使われた毒はどこに隠されているんだろうか。どこに隠されてんの？バッグの中あるよね、それっぽい。違うの、隠されてる。おー、正解。OK。はい。テーブルの上にある砂糖瓶と同じデザインの瓶が妹のバッグから発見された。この中に入っていた黒砂糖こそが兄を死んで追いやった元凶だった。まず最初に妹がブラックコーヒーを飲み、泡となめた砂糖を入れカップを差し出した。コーヒーの中の砂糖は妹によって毒を入れます。はい。そもそもなぜ妹は兄は毒殺しようとしたのだろう。なぜ資産家じゃない？この、跡取りとかじゃない？これ違うの？テレビニュースでは資産家が重病で緊急入院したことが報じられている。まもなく父が死ぬと見た妹は、遺産ね。そっか。遺産を分配する際に兄がいると自分の取り分が減ってしまうため、父が死ぬ前に兄を殺そうとしたら、自分が飲んだコーヒーを兄に飲んで、なんかありそうだよね。なんかかわいそうだけどね、この資産。かわいそうだね。次。訴えがひどいラインに見舞われた翌日、フルアパートの一室で漫画家が撮影されているのが発見された。殺された時、彼は何をしていたのかな？漫画描いてんだじゃないの？これそうだよね。漫画描いてなきゃおかしいよね。デスクの上には書きかけの原稿がある。彼は原稿を書いている時に殺されたのだ。抵抗した様子がほとんどないのは原稿に集中していたため、背後から接近する犯人に気づくのが遅れたからかもしれない。雷雨の影響で一帯が停電していた時間帯にも原稿を書いている。その頃に殺されたと思われる。それが分かる部分はどれか。雷雨、殺された部分。背中のやつ？どういうこと？はい。次こそ当てて入れてます。雷雨の影響で一帯が停電している時間帯にも原稿を書いている。その頃に殺されたと思う。原稿を停電していた時間帯にも原稿を書いている。その頃に殺されたと思う。それが分かる部分？なんで停電してたのにってことだから、ライトがなんでライトなの？テーブル上の懐中電灯がつきっぱなしになっている。部屋の照明やテーブルランプは停電で消えてしまったので、手元を照らせる懐中電灯を使ってた。懐中電灯なんだろう。はい。停電して懐中電灯を使わなければならないような状況でも原稿を書いていたのはなぜか。もう締め切りだよね。これは簡単。カレンダーを見るとかなり締め切りが迫っていることがわかる。彼は停電したからって原稿を書くのを休むわけにはいかないが。しかし、停電の中、必死に進めていた原稿はもう、火の目を見ることはないのだろう。死んじゃったからね。停電中に暗い中で犯行に及んだ犯人は彼と近い間柄の人物だと思われる。犯行の動機の手がかりとなるものがこの部屋にあるが、それはどれか。犯行の動機？アシスタントなんとかって書いてある。これ給料の袋ってことかな？
テーブルの上に積まれた書類から覗いているのはアシスタント代と書かれた給料袋、日付は5月、カレンダーはすでに7月なので給料の支払いが滞っていたことが推測される。犯人は給料の見回りに腹を立てたアシスタントだった。この漫画家、初めて連載が決まったため憧れのアシスタントを雇っていたものの、100円がなかったためまともに給料を出せなかった。じゃあ雇っちゃいかんね。いじめられっ子。5までやって、ちょっと終わろうか。ある学校の教室で、一人の生徒が首を吊っているのが登校してきた他の生徒によって発見された自殺の原因は何だったのだろう。はい、黒板には遺書が残されていた。クラス内のいじめを止めようとしたら、彼女がいじめの標的になったことが他の生徒の証言によって判明したのだ。いじめを封して首を吊ったのだろう。黒板の遺書は一部が書き換えられた可能性がある。それがわかるのはどこだろうか。一部書き換えられたの？私は須藤にいじめられていた。死んで恨みを晴らす。須藤ってことかな。関係ないんだ。一部が書き換えられている可能性がある。なんで？そういうこと？黒板消しってこと？なんでそれで可能性がある？首を吊る際に踏み台にしたと思われる椅子が倒れているが、その倒れた椅子の背もたれで黒板消しが落ちているのは不自然だ。そう？可能性としてあるんじゃない？ひねくれてる俺。椅子が倒れた後に黒板消しを使った人物がいる。そっか。自殺した生徒がいじめによって精神的に追い詰められていたことがわかるのはどの部分か。精神的に追い詰められていたんだ。精神的に追い詰められていた理由。この、なんでだろう。精神的に追い詰められていた理由は、なんだろう。この、首輪じゃない。首吊りのロープだ、これ。自殺した生徒がいじめによって精神的に追い詰められているところがわかるのはどの部分か。精神的に追い詰められてた、どの部分？なんでどこ？マジでわかんないんだけど。この須藤、関係ないか。死んで晴らす。この女の子たちは違う。どこなんだろう。追い詰められた部分？服がそのままだから違う。ちょっとヒント見てみるね。自ら体を傷つけていた。どこでわかる？それ。どこに書いてる？どこにある？この腕？ここ？全然見えなかった。見えなかったよ。精神的に追い詰められていた。はい。黒板の遺書を書き換えたいじめの首謀者が判明した。どこに注目すればいいだろうか。どこに？袖？はい。はい。投稿してきたすぐなはずなのに、袖口にチョークの粉がついている生徒がいる。チョーク書き換えた時についたのだろう。彼女は自殺した生徒のいじめの主犯で、遺書にはもともと彼女の名前が書かれていたのだ。自殺した生徒に呼び出されて早い時間に投稿してきた彼女は黒板の遺書と首吊りの死体を見て遺書を書き換えることで他の生徒に罪をなすりつけようとしたのだ。最低なやつだ。はい。6までやる？出てきたし。湖に釣りに出かけた男が不幸人の死体を発見した。彼はボート
女性が死んでいることを一目見ただけで察したが、それはなぜか。いや、刺さってるじゃん。いや、これ気づくってさすがに。胸は。はい。下の胸にはナイフが突き立っており、遠目には服が血で汚れているのが確認できたので、男はすぐに警察です。そうだろうよ。警察はいとも簡単にボートの所有者を特定することができた。その手がかりは一体何だろうか。名前書いてるこれ。いや、そうだよね。小型船舶には船舶番号、ナンバープレートがついてる。あ、そうなんだ。それを手がかりに捜査を進めると、ボートの所有者本人ではなく、息子が、そうなの。息子が捜査線上に登っただった。警察は第一発見者の男を疑っていたが、ボートを他所から持ち込まれたものだと分かったため、彼を容疑者候補外した。なぜその男が容疑者候補外れたのか。なぜって言われてもね。釣りしてっからチャリで来たからチャリで来たから止められている自転車を第一発見者の男の自転車だ。その証拠に、釣りの道具はまだ一部荷台に積みっぱなしになっている。釣り具と一緒に成人女性を一人を横たえられるサイズのボートを自転車で運んでくるのは難しいだろう。そのため警察は自転車の防犯登録を確認した上、彼を容疑者から外したのか。だから嫌だよね、この人がね。勝手に容疑者をされてね。なかなか第一発見者とかなりたくないな、これな。疑われるもんな。なぜ警察は犯行に使われたボートが湖にあったものではなく別のところから持ち込まれたものだと気づいたのか。その鍵はボートにあるが、なんかついてんじゃないかな。ほら、なんか、人書きみたいな。はい、ボートの底には、富士壺っていうんだ、これ。がびっしりついていた。淡水の湖に置かれていたボートなら富士壺がつくはずはないので、このボートはもともと海に置いてもものだと分かった。彼と殺された女性は会社の同僚だったのだ。息子は女性を思いをしていたが、ひどく振られ、そうだ。腹が立って殺したことを認めた死体とボートに移動させ、走行策を図ったのが、法で終わったようだ。振られたからって殺すんだよな。ひどいね。はい。ということで、続きはまた今度やっていこうかな。ちょっと、謎解きの時間をかじってみたみたいな動画になったけど、少しでも面白いと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、登録していただけたらちょっと励みになりますので、よろしくお願いします。どんどん、さ、こうやってアプリかじっていこうか。なんか面白いもんね。こういうアプリ。最後までは無理かもしんないけど、最後までクリアするのはね、この何話まであるか知んないけど、ちょっとずつかじっていってね、なんかちょっとでも見てもらえればなと思って、思えるような、ゲームしたいなって思えるようなね、動画にしていきたいと思います。はい。そうだ。登録者10人目指してます。はい。ご協力お願いします。お願いします。何回言うねってね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。